7歳の女の子ですが、最近胸が目立ってきて、触るとしこりのようなものを触れます。悪い病気じゃないか心配です。うちの子、思春期が早いと思うのですが、生理が早く来ないか心配です。思春期が早く来ると身長の伸びが早く止まってしまうと聞き、心配になりました。愛知小児保健医療総合センター内分泌代謝科の浜島です。このようにお子さんの体の変化の速さに気づいたときに不安を感じる保護者の方は少なくないのではないかと思います。本動画では小児の思春期発来が早い場合、すなわち思春期早発症に関してできるだけ分かりやすく説明していきたいと思います。はじめに平均的な二次成長の発来時期について確認しておきましょう。女の子は10歳頃から、男の子は12歳頃から二次成長と呼ばれる体の変化が起きて徐々に大人の体になっていきます。二次成長が現れる時期には個人差があります。ここでは日本人の平均的な二次成長発来時期について見ていきましょう。女の子では乳房主題が9歳半頃から、陰毛の出現が11歳半頃から、初経が12歳前半。男の子では精巣の発育が11歳から12歳頃から、陰毛の出現が12歳半頃から、声の低音化、変声が13歳頃から起こってきます。最も身長が伸びるのは女の子が11歳頃、男の子が13歳頃であり、女の子の方が男の子より2年ぐらい成長が早い傾向があります。先に述べた平均的な二次成長発来よりも2年から3年ほど早い場合に思春期早発症と診断されることがあります。思春期早発症と診断されるためには複数の診断基準を満たす必要がありますが、ここでは主症候についてお話しします。女の子では7歳6ヶ月未満の乳房の発育、8歳未満の陰毛・液毛の出現、10歳6ヶ月未満の初経。男の子では9歳未満の精巣・陰茎・陰嚢の発育、10歳未満の陰毛の出現、11歳未満の液毛・ひげ・声変わり。これら基準よりも若い年齢で二次成長が認められた場合には思春期早発症である可能性があります。では思春期早発症、つまり思春期が早いと何が問題なのでしょうか。思春期早発症の診療を行っていく上で考えておくべき重要なことには以下の3つが挙げられます。1つ目は基質性疾患の鑑別になります。基質性疾患の鑑別とは、思春期早発症の原因となりうる何らかの疾患が存在していないかどうかを鑑別することになります。思春期早発症の大多数は特発性といって原因不明なものですが、稀に脳腫瘍、性腺腫瘍、副腎腫瘍などの病気が隠れている可能性があります。その場合はその疾患自体の治療が必要となってきますので、基質性疾患を否定しておくことは非常に重要なことになります。2つ目は精神的・社会的問題がないかどうかを確認していくことです。二次成長の発来が同級生よりも早いことにより、精神的なストレスを強く感じている場合、月経への対応が困難な場合などといった場合が該当します。3つ目が身長予後についてです。思春期早発症では身長が早く伸び出す分、早く止まるので、最終的に身長が低くなってしまうことがあります。病院ではまず1の基質性疾患の鑑別を行い、2と3を踏まえて治療の必要性を検討していくことになります。
では、どのような検査を行っていくのか見てみましょう。まず、これまでの身長や体重の記録をプロットして成長曲線を描きます。思春期早発症では、発症した前後ぐらいから成長率が上がってきていることが多く、いつ頃から思春期が始まってきたのかを推測することができます。血液検査で男性ホルモンや女性ホルモンなどの値を評価します。左手の X 線写真を撮って骨の年齢を評価します。骨の年齢は通常は暦年齢と同じぐらいなのですが、思春期早発症では骨の成熟も早く進むため、暦年齢よりも進んでいることが多いです。女の子の場合、超音波検査で子宮や卵巣の形態を評価します。おへその下あたりに超音波を当てて見るだけなので、安全で負担も少ない検査です。先ほど述べた基質性疾患の鑑別のため、頭部 MRI を行うこともあります。治療に関してです。治療をすることになった場合、ほとんどの場合でお薬により思春期の進行を抑制することは可能です。治療は思春期を抑制したい間、4週間ごとの皮下注射を継続していきます。注射を続けている間は思春期の進行を抑えることができ、注射を中止すると思春期は再び進んでいきます。治療を始めるかどうかを判断する際には、何を目的に治療を行うのか、いつまで治療を続けるのか、そして治療によってどのようなメリットやデメリットが予測されるのかをご本人、ご家族と医療スタッフで十分に相談しながら決めていきます。治療するかしないかを判断する際に検討すべき事項について見ていきましょう。まず、治療をするとなると、4週ごとに通院して注射を受けなくてはなりません。また、通常は治療効果が十分得られているか確認するために、3、4ヶ月ごとぐらいで血液検査を行っていきます。注射がどうしても嫌だとか、通院困難な場合は、治療を受けることは難しいかもしれません。精神面では、二次成長が早く進むことのストレスが強い場合は、治療も検討されるべきと思いますが、本人が特に気にしてない場合は、必ずしも治療をする必要はないかもしれません。月経への対応が難しい場合、月経を止めるために治療を行うことがあります。一方、問題なく対応可能で、本人も困ってない場合は治療をしないという判断もあります。身長に関しては、先ほどお話ししたように、思春期早発症では身長予後が損なわれる場合もありますが、治療を行えば必ず身長が高くなるというわけではありません。治療をしてもしなくても予測される最終身長は変わらないという場合もよくあります。治療をすること、しないことによる最終身長の予測には、専門的な知識が必要になりますので、小児内分泌専門医など、小児内分泌に詳しい先生と相談していくのが望ましいと考えます。また、治療をした場合と治療をしなかった場合で、将来的な予後に差があるのかということに関しては、データが不十分でよく分かっていないというのが現状です。医療機関では以上のようなことについて、ご本人、ご家族、医療スタッフなどと相談しながら治療を行うかどうかについて検討を進めていきます。まとめです。思春期早発症は通常は命に関わる病態ではなく、診断されたからといって必ずしも治療が必要というわけではありません。しかし、患者さんやご家族にとっては不
不安を感じられることがあるかもしれません。思春期早発症のことをよく理解した医師と相談し、治療した場合と無治療の場合の予測される経過をよく理解した上で方針を決めていくと良いと思います。ご不明な点は愛知小児保健医療総合センター内分泌代謝科もしくはお近くの小児科までご相談ください。